水です。今回、裏庭工芸ではですね、3D プリントキャブレターの、最新作としてですね、バーミリオンポピーという、キャブレターを、作りました。で、こちらのキャブレターなんですが、ルーム125ツーリスモという、バイクがあるんですが、それ専用に、設計された、キャブレターです。ルーミというメーカーなんですが、1950年代に、イタリアに存在した、オートマイメーカー、いっぱいあるんですけど、その中の、メーカーの一つです。1950年、50年にですね、ルーム125という、バイクを、市販し始めたのが最初のオートバイです。で、この、ルーム125が、後に、125ツーリスモという形で、ずっと市販されてきました。なので、今回の、キャブレターに対応するのは、そのルーミの、最初期の、モデルになります。シングルキャブがつく、バイクと、キャブレターが2つ、ツインキャブのモデルの、2つ、大まかに2つのモデルがあります。で、ツインキャブの、車種っていうのは、大体、ほぼ、市販レーサーだとか、がっつりレーサーだ、がっつりレーシングバイクだとか、割とその、競技性の高いモデルは、ツインキャブでしたね。シングルキャブのモデルは、普通にその、一般的に、乗りやすいモデルとなっています。でこうしてみるとですね、シングルキャブのモデルでも、キャブレター2つ付けれるんじゃないのってなるんですけど、実際には、フレームですね、ステムから、エンジンマウントに、下がってくるチューブの部分があるんですけど、そこが干渉してですね、キャブレターが2つ付けれないんですね。っていう、ところで、シングルキャブの、モデルに、キャブレター2つ付けるのは難しいよねっていうのが今までの、流れでした。それがもともとついている、シングルのキャブレターで、デロルトの UA15S というモデルです。15パイ、デロルトの、古いキャブで、15パイぐらいのツースト用の、キャブレターになってます。で、このキャブレターから、二股に分かれた、マニホールドを通して、エンジンに接続されているという形になりますね。この写真を、見ると分かるんですけど、全然ポートの、上に、全然ですね、空間がなくて、握り拳1個分ぐらいの隙間しかないので、当然ここにキャブを2つ収めるというのが、市販のキャブだと厳しいんですよね。というのも相まって、まずはこの空間の狭さをクリアするところから、開発はスタートしましたね。純正のシングルキャブとの、性能差なんですが、そうですね、低速からの加速は多分こちらの方が、良いかなという感じですね。で、そうですね、上も割と伸びてはくれてる感じはしますので、ただその、数値としてデータは、まだ取ってないので、あくまでその印象でしかお話し、することはできないんですが、一応そんな感じですね。なんで全体的に実力は上がってるのかなという感じですね。走行テストは、して、ます。で、そうですね。なかなかセッティングはシングルキャブのところである程度は出してたんですけど、それでも結構そのフロートの高さを決めるのが結構なかなか大変でしたね。なかなかいいポイントが、いい高さが見つからずに。
なんか上げたり下げたりして、濃すぎるかなとか、薄くて、なんか上まで吹き上がってないなっていうのは、まあ結構ありましたね。まあただまあ高ささえ決まってしまえば、まああとはもうシングル、キャブの、制作の時で、まあある程度セッティングの方は出てたので、まあそこからちょこっと変更するだけで、出せましたね。まあ、3D プリンターでキャブレーターを自作する意味ですが、まあ、まずはキャブの構造を自分で自由自在に設計できるよっていうところがありますね。まあ、今までのキャブによる、チューニングっていうと、まあ、ジェットのジェッティングによるセッティングとかもそうなんですけど、まあ、あとは、まあ、キャブ本体を変えてみたりだとか、まあ、とはいえ、まあ、ある程度の自由度は当然あるんですけど、まあでもやっぱり、そこまで細かく、いじれないというか、まあ、例えばですね、まあ、今回の、キャブレターは、えーっと、そうですね、キャブの合計が 16π なんですけど、フラットバルブになってます。例えば、まあ、16π のフラットバルブのキャブレターって市販されていないんですよね。まあ、そういう、独自の構造とかも結構作れて、まあ、チューニングの幅も、広がるかなっていう、個人的な、感想は割とありますね。まあ、やっぱそういう、円筒形の、えーっと、スロットルバルブと、やっぱフラットバルブでは特性も違いますし、そこら辺の、そうですね、特性の違いを楽しむだとか、まあ、自分で選択するっていう楽しみは、すごくありますね。まあ、バルブの構造だけじゃなくて、まあ、例えば吸気管長を長くしたいようだとか、スローポートの、スローの噴射口ですね、の位置も変更したいよとか、まあ、そういう、いろんな、えーまあ、そうですね、そういうのにも対応できるんで、結構キャブレターを自作して、いろいろとセッティングというかチューニングを探ってみるっていうのも、楽しいとは思いますね。ただ皆さん、キャブレターをいじるにあたっては、まあ、書きには十分注意して、まあ、楽しい、キャブチューニングを、送ってください。よろしくお願いします。プラニア工芸でした。